バンダイナムコゲームスバンプレスト。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。ポータブル。妹の名前は高坂桐乃。近所の中学校に通う女子中学生だ。ライトブラウンに染めた髪の毛、両耳にはピアス、長く伸ばした爪には艶やかなるマニキュア。すっぴんでも十分目を引くだろう端正な顔を入念なメイクでさらに磨き上げている。中学生には見えないくらい大人びた雰囲気。やや丸顔だけど、つまりめちゃめちゃ垢抜けた女なんだ、俺の妹は。しかもティーン誌とやらでモデル活動をやってたり、陸上部のエースだったり、学力テストで県5位だったり、学校のクラスの中でも目立つやつらばっかり集まって話しかけるのも躊躇しちまうグループってあるだろ。その一番華やかなグループの中心人物が桐野だ。そんな妹が身内にいるって想像してみろ。どうだ、少しは俺の気まずさが伝わったか。そして俺の名前は高坂京介。近所の高校に通う18歳。自分で言うのもなんだが、ごく平凡な高校生だ。望むものは至って普通の人生。波乱万丈の非日常も非凡でユニークな登場人物も俺の人生には必要ない。中途半端と言われようと凡庸こそが俺のモットー。緩やかに停滞した変わり映えのしない日常風景が俺の理想。凡庸万歳、ビバ普通の人生だったわけだが、それは俺の妹と妹を取り巻く愉快な仲間たちと関わってねえから言えることだって。人生相談があるの。全てはこの一言から始まった。完璧美少女中学生だとばかり思っていた俺の妹は、するとお前なんだ、まさかとは思うけど妹が好きなのか。だからそんなゲームとかいっぱい持ってると。妹もののゲームを大量に持っているオタクだった。高額のためにこれだけは言っておく。もし誰かに人生相談を持ちかけられたら手よくお断りした方がいい。その相手が妹だったらなおさらだ。もしその妹の手に似合わない子供向けアニメの DVD やらゲームやらがあったなら、すぐにでも旅に出た方がいい。でない妹メーカー EX ボリューム4。おかえりなさいお兄ちゃん。妹と恋し
何やらせるつもりだってね。やりたくもねえゲームを夜な夜なやらされたり。ねえ、私さ、どうしたらいいと思う？お前は友達を作れ。お前と同じような趣味持ってるやつらがいいな。同じ趣味の友達を作らせようと世話を焼いたり。拙者沙織バジーナと申すものでござる。ハンドルネーム黒猫よ。趣味の会合に同席させられたり。ほほう。お前は妹の部屋で妹のパソコンを使って妹にいかがわしいことをするゲームをやっていたというんだな。超面白かったぜ、文句あっか。このバカ息子が。鬼のように恐ろしい親父と対決させられたり。近づかないで変態。キモ。死んでください。変態のレッテルを貼られたり。そんな胃に穴の開くような毎日がやってくるんだ。だけどラジコン、メイト、ここが秋葉原。ほんと可愛いんだよ。例えばね、最低ギャルゲーだとプレイヤーは男って設定だから、お兄ちゃんとかお兄とか兄貴とか兄くんとか、その子の性格やタイプに合った特別な呼び方でこっちのことを呼んで慕ってくれるのね。それがもうすっとくるんだ。星屑ウィッチメルブ夏コミ限定抱き枕カバー、すごいっしょ。抱き枕なんだから抱っこして寝るに決まってんじゃん。まあ時には顔をすりつけたりクンクンしたりもするけど。バカみたいに楽しそうにオタクやってる妹を見るのはそれほど悪い気はしない。俺はあいつの兄貴だからな。おーいおーい、二人ともちょっと誰も助けてくんねえのかよ。サンキュー。よっしゃー、助太刀するぜ。へわってえな。おい、うっさい。俺の部屋に入ってくるやいきなり兄貴の後頭部を蹴飛ばしてくれたこの女は高坂桐乃、俺の妹だ。これどういうこと？なんだよこれって。だからなんであんたの部屋に集まってゴッドイーターやってるわけ？お邪魔しておりますキリリン氏。登場するなりどうしたでござるか？こいつは沙織バジーナハンドルネーム。身長が180センチ以上あってファッションセンスと口調はキモオタそのもの。面倒見が良くて桐野が所属してるオタクコミュニティオタクっ子集まれへの管理人。今や俺の大切な親友である。ちなみにキリリンというのは桐野のハンドルネームである。何か問題が？ゴッドイーターバーストをやるために私たちを招待したのはあなたでしょ？こいつは黒猫ハンドルネーム。一見したところ無表情で不愛想、その上毒舌という大変困ったやつである。本当は心優しいやつなんだけどな。ちなみに最近俺と同じ学校に進学して後輩になった。さらに俺と同じ部活に所属しており、二人だけの秘密なんかもあったりして、俺にとっては放っておけない後輩でちょっと気になる女の子ってところかな。そう
なんでこいつの部屋に集まってるのって聞いてるわけ。私の部屋に集まればいいじゃん。これまではそうしてたでしょ。ああ、そのこと。最近はいつもこの部屋に集まっていたものだからつい間違えてしまったわ。なんで俺を蹴るんだよ。何でもいいでしょ。どういうことなのか聞かせてもらうから。何あんた、私がいない間妹の友達を自分の部屋に連れ込んでたわけ。人聞きの悪いことを言うな。一応説明しておこう。霧野は冬から春にかけての3ヶ月間、とある理由によって家を長く空けていた。最近帰ってきたばかりで、だから自分がいない間に何が起こったのか分かっていない。単に霧野がいない間、沙織と黒猫は俺の友達としてこの部屋に遊びに来ていたのだ。霧野が邪推するようなことはもちろんあるわけない。表面上は邪険に扱うけれども、霧野は友達のことが大好きで、だから俺に友達を取られてしまったみたいで悔しかったんだろう。どういうことと言われてもね。ねえ京ちゃん、私たちの関係を霧野ちゃんにどう説明してあげればいいのかしら。ただならない関係っぽく言ってんじゃねえよ。きょうちゃんだってキモ。あら、霧野ちゃんが怒ってしまったわね。どうしましょうか京ちゃん。その辺にしとけって。どうしたの？顔が赤くなっているわ。京介氏の位置からだと黒猫氏のパンツが見えるからでは？沙織、余計なことは言うんじゃない。あなた見てないよ、誤解だって。ああ